Life is Gamble 人生春ポーカーです。春ポーカー in ヨーロッパ。はい、ということでね、春ポーカーチャンネル初のヨーロッパ遠征となります。春ポーカーが選んだヨーロッパの国はこいつだ。 Welcome to プラハ。はい、ということでね、春ポーカーなんでプラハに来たかというと、ヨーロピアンポーカーツアー EPT の方にね参加しようと思ってこちらプラハに来ました。春ポーカーのねトナメ力がヨーロッパ辛いと言われてますが、どれだけ通用するのかをね試していきたいと思ってます。本日はもうね18時間ぐらいかな、飛行機乗り継いできたんでめっちゃ疲れてるんで寝るんですが、明日から頑張っていこうと思います。ちなみにねダウン着てるんでわかると思いますが、日本の方何度ですかそちら。こっちとらめっちゃ寒いってよ。マイナス4度です今。極寒の地ですが、春ポーカーのね熱いトーナメント実践で皆さんのね心をホットにさせていただきますんで、春ポーカーの実践見てください。明日からトーナメント実践よろしくお願いします。 EPT プラハ会場に到着いたしました。今回もねしっかりメディアパスの方撮れたんでね、いい映像が撮れると思います。春ポーカーのキレッキレなポーカーさばきお前ら今日も見れるぞ。会場の方ね紹介したいと思うんですけども、 WSOP の時とかもね紹介してたんですけども、いかんせん紹介が下手んちょってことでね、映像撮ってアフレコで後で説明します。皆さん綺麗な映像で会場どんな感じになってるかなっていうところを見てください。ってことで会場の説明とトーナメントの実践やっちゃっぴよー。ということで EPT の会場ですが、参加人数も多く会場自体もかなり広いです。まずはじめに印象的だったのがポーカーテーブルがすごく綺麗なところ。青を基調とした会場作りで春ポーカー並みの清潔感がありました。メインイベント優勝トロフィーも春ポーカー並みにかっこいい。全てを加味した上で EPT のトーナメントは春ポーカーが全て作ったと言っても過言ではないと思います。はい、ということでね、春ポーカーが EPT 一発目に選んだトーナメントは1100ユーロフリーズアウトトーナメント。こちら1回しかエントリーすることができません。正真正銘の1位が決まります。ヨーロッパのねトーナメントはめちゃくちゃ辛いって有名なんですけども、春ポーカーの実力やったらいけるよね。全部今までできんかったら笑って。フリーズアウトトーナメントやっていく。ポーカー EPT の初陣初めて入れるハンドはこいつだ。ジャックスカットオフから最初から割といいハンドが入ってくれて嬉しい春ポーカー。現在のブラインドは100、300、BB アンチ300の状態で、春ポーカーはレイズ800点を選択していきました。まだブラインドも浅いため 3BB 近くのオープンをしていけると思います。トーナメントスタートチップが3万点のため、皆さん大体 100BB 近くのスタックを持っている状況となります。そのような状況で春ポーカーのオープンに対してボタンのプレイヤーがコールを選択、 SB のプレイヤーはフォールドして BB のプレイヤーがどうするか。コールしてくれてもいいけどディーラーさんぜひともオーバーカードは落とさないでください。そんなことを考えていると BB のプレイヤーがここでコールを選択、3ウェイでフロップに参る形となりました。 EPT 一発目のポットを景気よく春ポーカー取っていきたいなというところで、このフロップエースキング4の2ハートのボード、春ポーカーにとって最悪のボードが落ちてしまいました。このボードに対して BB のプレイヤーはここでチェックを選択、春ポーカーのターンとなります。エースキングと落ちているのでオリジナルに有利なボードではあります。ですが春ポーカーが持っているのはジャックス。シンプルにチェックでショーダウンを目指すか、フロップから打ち出してブラフに切り替えていくか。今回はとりあえず安めに CB を打ってターン以降のカードでアクションを変えていこうと思いました。そこで春ポーカーが選んだサイズはポット2800点に対して3分の1の CB ベッド900点を選択していきました。この CB に対してボタンのプレイヤーはコールを選択。春ポーカーよりポジションがいいのでボタンのコールは少し不在なという風に思っていました。そしてこのコールに対して BB のプレイヤーがどうするか。BB のプレイヤーも少し悩んでここでコールを選択、人数減らず3ウェイでターンに向かうこととなりました。これはターンカードが相当良くない限り諦めないといけないかなという風に思っていました。というところでターンに落ちたのはクイーンのダイヤ。ジャックが落ちてくれたら一番嬉しかったんですが、ブラフするには最高のカードが落ちてくれたなと思う春ポーカー。このターンカードに対しても BB のプレイヤーはチェックを選択、春ポーカーのターンとなります。ブラフに適している理由としてエーシーズ、キングス、クイーンズなどのナッツ級に強いハンドレンジはこちら側にしかなく、さらにナッツである10ジャックのジャックを2枚ブロックしています。今回3ウェイということもあるのでコールされる確率はある一定高いとは思いますが、ちゃんと持っている時と合わせてここはポラライズブラフをするか諦めるか。もしベットするならハートのフラッシュドローもついてこられないようなサイズを選択する。リバーカードによってはオールインまであるぞという勢いでここはかますべきなのか。三刀流鬼キリトリップスや2ペア、フラッシュドローなどを持っている時と混ぜて、今回はポットベッド5500点を選択。3ウェイに対して自信満々に打っているところもあるのでかなり強そうに見えるでしょう。キングの1ペア、さらにはエースの1ペアさえも下ろしに行く勢いでやっています。
さあこの春ポーカーのブラフのストーリー伝われ。まずはボタン、お前が降りる時間や。ナイス。まずはボタンのプレイヤーがフォールド、あとは BB のプレイヤーがコールをするかフォールドを選択するか。さあ俺はエースキング、エーシーズキングスを持ってるぞ。お前のワンペアは全部負けてる。ナイス。春ポーカーはこのボードでジャックスでポットを獲得。ということで春ポーカーはボードとオリジナルのレンジを生かしてブラフでポットを獲得した。ヨーロッパでもかませる幸先いいぞ春ポーカー。というわけで EPT 序盤から悪くない滑り出しを見せている春ポーカー。続いてのハンドはキングとキングで。お金玉デカオです。金玉が非常に大きいです。玉がビローンと伸びます。 UTG プラス1から。現在ブラインドは200、400、BB アンティ400の状況で春ポーカーはレイズ戦点を選んでいきました。リバイが許されないこの一発目のトーナメントでなんとか結果を残していきたい。ブラインドが浅い状況でもビッグポットを狙っていきたいと思います。というところでハイジャックのプレイヤーからリレイズ3200点が飛んできました。ええぞ A シーズにしか負けていないこのハンドで春ポーカーは4ベットを選択するかスロープレイのコールを選択するかで悩んでいます。ここでハイジャックのプレイヤーのバックスタックを確認すると残り22000点くらいしか持っていませんでした。春ポーカーは今回4ベットを考えていて、もちろん刻んだ4ベットもいいんですが、相手のバックスタック的にはオールインもありだなと思っていました。エースキングなどもこの状況においてはオールインすることの方が多いですし、ジャックスクイーンズそしてテンズあたりからマックスバリューを取るにはここでオールイン選択を取るのが一番いいかなと思いました。ということで春ポーカーは25000点くらい持っている相手に対してオールイン要求すると、相手はコールを選択しました。そして相手のハンドはなんとクイーンズ。ナイス。そのままや。下振れんな。フロップはジャック57の2クラブのボード。そのまま頼む。クイーンだけは絶対に落とすな。リバーまでクイーンは落ちず春ポーカーの勝利。トーナメント序盤からこの51200点のポットはでかすぎる。ナイス春ポーカー。ナイスお金玉。序盤からアベレージ以上のスタックを作り上げている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。テントテンであ、ティンティンデカオ。すごく大きいです。皮が自然と剥けました。 UTG から。ブラインド変わらず現在も200、400、BB アンティ400の状態で春ポーカーはレイズ1100点を選択していきました。ちなみに春ポーカーチャンネル今回から三脚を使っているんですが、いつもとどっちが見やすいか教えてほしいです。ちなみに今回の方が見やすいと言われる気満々でこの質問をしております。女の子の相談とかでよくある、心の中ではもう決定してんのに一応意見尋ねてくるようなめんどくさいやつです。というところでハイジャックからリレイズ3200点飛んできとりやす。 UTG に対しての3ベットなのでそれなりに強いハンドをハイジャックも持っているとは思いますが、この点数フォールドするには強すぎます。コールもしくは4ベットで考えていますが、まずこの点数はコールした方がいいと思います。相手のバックスタックもそれなりにあったので春ポーカーはここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ることとなりました。ポストフロップは相手の3ベッドレンジを意識した上で戦っていこうと思います。というところでフロップはキング9デュースの2ダイヤのボード。できればセットをさして楽々ポットを取りたい春ポーカーでしたが、オーバーカードが落ちるという残念な状況。ここはドンクベットはせずチェックを選択していきます。まず CB が飛んできそうな状況ですが、一発ぐらいは額によってコールをしていこうかなという風に思っていました。ですがハイジャックのプレイヤーは春ポーカーのチェックに対してチェックバック。ターンに落ちたのは6のクラブ。フロップダイヤが2枚落ちている状況でキングヒットを持っていたらベットするプレイヤーの方が多いと思います。なのでキングヒットは比較的少なそう。クイーンズやジャックスは相手のレンジに十分あり得ると思いますが、相手のハンドを理解するためにも安めに打ってバリューもある程度拾えるようにしようと思いました。フラドロやエースクイーンハイ9ヒット8ポケなどにバリューベットを打っていこうと思います。選んだサイズはポットのおよそ3分の1のベッド2500点を選択。もちろんミスバリューになる可能性もありますが、バランスを見てこの安いベッドサイズを選んでいきました。レイズが飛んでくるとややこしいことになるので、できればコールをしてほしい、そんなことを思っているとハイジャックのプレイヤーはこのベッドに対してコールを選択。リバーに落ちたのはクイーンのハート。このリバーにおいて春ポーカーベッドを選択するかチェックを選択するか。ここで春ポーカーベッドを選択するならブラフベッドになってくると思います。ターンから春ポーカーを打ち出したということもあるので、ドロー滑りもかなり多く見えるこのボード。リバーで拾ったクイーンなどにも高確率でコールされてしまうため、商談を目指しつつ相手から打たれたら考える作戦にしようと思いました。春ポーカーはここでチェックを選択。相手もシンプルにチェックバックして商談ができたらいいなと思っていました。ですがハイジャックのプレイヤーはここでベッド4500点を選択。いかにもクイーンを拾ったようなベッドサイズだなと春ポーカーは思いました。春ポーカー自身10ジャックというナッツのブロッカーを抑えていますし、この安めのベッドにはリバーチェックレイズでクイーンヒットやジャックスを下ろしに行くのはワンチャンありかなという風に思いました。ここは切り替えてブラフレイズか。無我の境地
リバーでのチェックレイズはかなり強いアクション。ワンチャンキングヒットとかも降りてくれ。そんな思いを込めて春ポーカーはレイズ12000点を選択。すると相手はフォールドを選択。臨機応変な立ち回りでポットを獲得。無知の境地。問題。世界一高い山はハンバーグ。ある程度商談を目指しつつもブロッカーとシチュエーションを生かしたナイスなブラフができました。グレイと春ポーカーから調子のいいところを見せる春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース3スーツ BB から。現在もブラインド変わらず200、400、BB アンティ400の状況です。というところでカットオフのプレイヤーがレイズ1000点を選択。それに対してボタンのプレイヤーもコールを選択されました。春ポーカー自身3ベットを返してもいいハンドではありますが、今回はコールを選択することになりました。ということで3ウェイでフロップに参ります。フロップに落ちたのはエース44のレインボーボード。春ポーカーにとって悪くないボードが落ちてくれました。エースヒットに加えて春ポーカーはバックダーフラッシュドロー、さらにはバックダーストレートドローがある状況となります。シンプルにチェックコールをできるハンドを持っているので春ポーカーはひとまずチェックを選択。カットオフのオリジナルのプレイヤーがベッド1000点を選択されました。このベッドに対しては春ポーカーは十分にコールを選択できるなという風に思っていました。ですがここでボタンからレイズ3000点が飛んできました。このボタンのプレイヤーとはほぼほぼプレイしていないのでやんちゃをする人かは分かりませんが、4を持っているレンジはほぼほぼないと思います。エースのキッカー負けの可能性はありますが、無茶なハンドでこのようなレイズをするプレイヤーかもしれませんし、ランナーでフラッシュやストレートの目もある春ポーカーは一旦コールをすることにしました。この3プレイヤーの中では BB のディフェンスレンジが一番4を持っている可能性が高いと思います。そのためボタンのプレイヤーはターン以降も無茶することはしづらいと思うので、リバーまで高頻度でいけるんじゃないかなと思いました。というところでカットオフのプレイヤーが降りてターンに落ちたのは7のクラブ。春ポーカーは残念ながらドローを伸ばすことはできず、ですが先ほども言った通りボタンのプレイヤーは無茶できないだろうなというふうに思っていました。その予想は当たってターンはチェックでリバーに。リバーカードは10のダイヤでした。リバーでも状況は変わらず、フロップで相手がやんちゃレイズしていることを願って春ポーカーはチェックで商談を目指していこうと思いました。ここでベッドが飛んできたらコールするか微妙でしたが、相手はチェックを選択。エース3スーツをショーすると相手のハンドはエースキングオフスーツでした。思ってたよりもめっちゃ強い。フルフロップコール止めでこんなハンド出てくるんか。ですが相手の情報はちゃんとインプットできました。この情報を次に活かせ春ポー。順調にスタックを積み上げてきた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースクイーンオフスーツ。カットオフからブラインドは上がって現在300、600、BB アンティ600の状況となっています。春ポーカーカットオフからこのハンドをもちろんオープンしていこうと思います。選んだサイズはレイズ1500点。春ポーカーのオープンに対してボタン、そして SB のプレイヤーがフォールドを選択。 BB のプレイヤーが悩まれています。さあ BB のプレイヤーはコールを選択するのか3ベットを選択するのか。 BB のプレイヤーはコールを選択してヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのは106-4の2クラブのボード。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。エースクラブもしくはクイーンクラブ1枚ぐらい持っていたら CB を打つことの方が多いと思いますが、今回はチェックバックを選択しました。そしてターンに落ちたのは10のダイヤ。ボードが被ったので相手がペアを持っている可能性は少し減りました。 BB のレンジに対してエースアイでも十分に勝っているところはあると思うので、引き続き商談を目指したいなと思っている春ポーカー。ここで BB のプレイヤーからベッド1300点が飛んできました。明らかにエースアイへのバリューベッドのようにも見えますが、十分にそれをブラフに混ぜてくることもあるとは思います。フラッシュドローや89、ジャパン、ジャック9、もしくはナッシングなどでもベットしてきている可能性はあります。ベッド額も安いですし、エースクイーンハイグッドの可能性も十分にあるんじゃないかなと思い、春ポーカーはコールを選択。リバーに落ちたのはエースのハート。春ポーカーにとって都合のいいカードが落ちてくれました。ですが相手が点を持っていた時は地獄。相手のアクションを見ていきたいと思います。 BB はこのリバーカードにおいてチェックを選択。このチェックに対しては6ヒットや4ヒット、さらにはポケットペアに対してバリューを取っていきたいなと思いました。ここでは大きめに打つか小さめに打つか、それなりの額を打つか。今回春ポーカーは6500点のポットに対してベッド3500を選んでいきました。安めに打ちすぎてレイズに迷うくらいなら、このくらいを打って10の待ち構えレイズに対しても降りれる余地を残す体勢を取りたいなという風に思いました。このベッドに対して安めのレイズだったら相手のエースヒットの可能性なども考えられるため、もちろんコールをするんですが、どでかいレイズが帰ってきた場合には春ポーカーフォールドも一部考えないとなという風に思っていました。というところで春ポーカーのベッドに対して BB のプレイヤーがここでコールを選択。
春ポーカーはエースクイーンオフス総称、相手はハンドマック。細かいポットではありますが、リバーが開いた状態でしっかりとバリューベットを決めれることは心地いい。いいぞ、流れを掴んでいけ。着実にスタックを増やせている春ポーカー。続いてのハンドもこいつだ。エースクイーンオフスーツカットオフから。現在ブラインド上がって400、800、BB アンテ800の状態です。春ポーカーはもちろん今回もオープンを選択していきます。選んだサイズはレイズ1800点。このオープンに対してボタン、そして SB のプレイヤーはフォールドを選択。先ほども戦っていた BB のプレイヤーがここでコールを選択されました。先ほどからこのプレイヤーとかなりポットを争って全部春ポーカーが通っているので、春ポーカーに対して少し苛立っているような印象。それも加味した上で立ち回っていこうと思います。フロップに落ちたのは832のレインボーボード。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。このフロップはオリジナルにも BB のディフェンスレンジにもどちらにも有利とは言えないようなボードと言えます。春ポーカー自身ベットをしてもいいんですが、相手が僕に苛立っている印象もあるので、変にチェックレイズを返されてもだるいなと思い、今回はショーダウンを目指してチェックバックを選択しました。そしてターンに落ちたのは9のダイヤ。このボードに対して相手はどのようなアクションを取ってくるのか。フロップではドライすぎるボードということもあるので、春ポーカー、ハイポケットなどもチェックに一部回すこともあります。ですがシンプルにエースハイトを見られている可能性も高いだろうなというふうに思っていました。というところで BB がここでベッド3500点を選択。ポットの7割ぐらいを打ってきているので結構しっかりめのベッドです。ですがこの時春ポーカーは相手のベッドを2000点と勘違いしています。相手から見て春ポーカーがエースハイに見えているところはあると思いますし、10ジャックやジャッククイーン、67などその他もろもろストレートドローは多いボードだと思いました。もちろん相手がペアを持っていてエースハイなどにバリューを取っている可能性もありますが、ポジションもいいので1回はコールできるかなと思った春ポーカー。相手のベッドが2000点だと思っていたのでここで2000点を出しますが、相手が3500点のベッドだと気づき、ここで3500点を差し出しました。思ったより高かったベッドですが、むしろブラフによるサイズではあるなと思っていたので、そこまで痛手ではありませんでした。というところでリバーに落ちたのはキングのスペード。どちらかというと春ポーカー側に有利なハイカードが落ちてくれたことによって、相手がワンペア系でターンバリューベットを行っていた際にはリバーで止まることの方が多いかなというふうに思っていました。ですが相手はリバーでもダブルバレル、11800点のポットに対してベッド6500点を選択してきました。絶妙にバリューそうなサイズではありますが、春ポーカーの動き的にもエースハイの動きをしてしまっています。相手自身がドロー滑りでエースハイのみを下ろしに来る場合ならこのようなサイズを選ぶこともあるだろうなと考えていました。相手のブラフレンジで言うと45や56、67、あとは10ジャック、ジャッククイーンなどがあると思いました。バリューレンジで言うと2ペアだったりセット系です。先ほども言った通りリバーはどちらかというと春ポーカー側に有利なボードなので8ヒットなどは止まってもおかしくありません。ターンで考えていたストレートドローのコンボは全て滑っている状況となります。6500点のチップを手に取って迷う春ポーカー。相手はブラフかバリュー、どっちなんや。相手の鼓動が速い。ブラフか。相手自身春ポーカーに連続でポットを取られて苛立ってる感もあるということで、春ポーカーはここでコールを選択。相手のハンドは56スーツ。ナイスエースハイブラフキャッチ。読めてんだよてめえの汚い考えをよ。はい、気持ちいい。このためにポーカーをやっていると言っても過言ではない。自分の考察と相手のハンドがバッチリ噛み合った気持ちいい瞬間でした。相手自身春ポーカーがエースハイを持っていることは分かっていたぞと言っていましたが、それをさらに上回ってやりました。ザ・グレート TPT 初戦から完全に流れは来ています。これはワンチャン優勝あるかというところで、このハンドナインズ UTG からブラインドは変わらず現在400、800、BB アンテ800の状態となります。春ポーカー UTG からこのラインズもちろんオープンしていきたいと思います。オープンサイズは基本的に大体合わせていきたいので、今回もレイズ1800点を選択していきました。このテーブルでポーカーをしてから早5時間ぐらい経ったので、テーブルにいるプレイヤーの印象は大体つかめてきている春ポーカー。ここからは特徴に合わせたポーカーができるため、春ポーカーの人読みの技術が今から試されるなという風に思っていました。先ほどから春ポーカーに対して挑戦心むき出しのカットオフのプレイヤーがここでコールを選択。ボタン、そして SB のプレイヤーがフォールドされたので BB のプレイヤーがどうするか。 BB もコールしてもらってナインズ一発セットぶっかましたい。そんなことを思っていると BB のプレイヤーがここでコールを選択。スリーウェイでフロップに参る形となりました。カットオフのプレイヤーが春ポーカーにイラついてやたらとハンド絡んでこようとするので、今回も返り討ちにしたろかなという風に思っていました。というところでフロップは642-2クラブのボード。春ポーカーに対してオーバーカードも落ちておらず、バック側でフラッシュドローなどもある状況となります。これはかなり都合のいいボードが落ちてくれたなという風に思っていました。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカー
のターンとなります。オーバーカードが落ちる前にまずは CB を打っていこうと思います。キングクイーンやキングジャックなど2オーバーなどもコールしやすいベッド2500点を選択。カットオフのプレイヤーは春ポーカーに対抗心むき出しなのでレイズをする可能性もあると思っていました。それにはコールしてやろうと思っていましたが、カットオフのプレイヤーは今回何も持っていなかったのかフォールドを選択されました。というところで BB のターンとなります。このボードは BB にある程度絡んでいてもおかしくないのでコールをしてくれる可能性はある一定あるかなというふうに思っていました。逆にレイズが飛んできたらこのプレイヤーに関しては危ないなという印象がありました。そんな状況で相手からチェックレイズ8000点が飛んできました。まず相手の印象的にはプロではない素直なプレイヤーだなという印象がありました。その中でドロープラスヒット系の56や34などはシンプルにチェックコール体制に回すプレイヤーだと思いますし、 BB というポジションがこのボードにおいて有利やからここは一部チェックレイズに回そうみたいなことができるようなプレイヤーだとは思っていませんでした。その中で相手ができるブラフの本線はクラブのフラッシュドローなんですが、春ポーカー自身9のクラブを抑えてしまっています。そして相手のバックスタックを確認したところ22000点ぐらいしかないためちょうど嫌なサイズを持っているなと思っていました。これにコールしてしまうとポットのサイズと相手のスタックサイズがほぼほぼ1対1になるため、相当なスケアカードが落ちない限り相手のオールインに対してコールをしないといけない選択になってしまいます。相手のバックスタックがちゃんとあればもちろんここでフォールドという選択肢はほぼほぼないんですが、次のターンでオールインを叩き込まれてしまうと大概きつい状況になりますし、ターンのオールインにもちろんコールできるぞというハンドじゃない限りこの相手に対してはフロップで降りるのが正解なんじゃないかなと思えてきました。春ポーカーにとってめちゃくちゃいいフロップなのでコールしたい気持ちは山々なんですが、今までのプレーの人呼びとクラブを抑えてしまっている点、さらには BB のレンジに十分コールしたいハンドがあるのにレイズが飛んできてしまっていること、全てを加味した上で考えるとまあ2ペアかセットあたりしか出てこないだろうなと思い、春ポーカーはナインズを見せてフォールドを選択。相手は素直なおじちゃんプレイヤーだったのでこのナインズを見て2ペアかセットのハンドを見せてくれと思っていましたが、相手はハンドを見せずポットを獲得。気になる。際どい選択ではありましたが相手のバックスタックを確認した上で冷静な判断ができたとは思います。被害を最小限に利益を最大限にかませ春ポーカーというわけでスタックを伸ばすのに少し苦戦している春ポーカーですが、まだまだアベレージ以上のスタックはあります。焦らずにチャンスを掴んでいきたいなと思っているところでこのラウンドエース9オープスーツ BB からオープンに対してはディフェンスもしくはライト3ベットを打てるようなこのハンド、春ポーカーはどういう立ち回りをするのか。ここでオープンが多めなうまいカットオフのプレイヤーがレイズ2300点を選択。このマージナルなハンドでもカットオフからのオープンに対してはライト3ベットを打っていてもいいと思います。それを理解しつつも今回はシンプルにディフェンスを選択していきました。プレイ内容は同じでもこういうこともできるなという風なことを考えながらプレイしている春ポーカー、ある程度の頻度で混ぜることによって相手にハンドの内容を悟られないようにしています。というところでフロップに落ちたのはエースクイーン6の2スペードのボード、春ポーカーにとってかなりいいボードが落ちてくれました。エースハイボードということもありますし変な動きはせず今回は春ポーカーチェックを選択すると相手からコンティネーションベッド1500点が飛んできました。このベッドに対してはエースを持っていても持っていなくてもターン以降を見ていきたいハンドを持っているならば基本的にコールすることがほとんどかなというふうに思います。ということで春ポーカーはコールを選択。ターンに落ちたのは9のスペード。春ポーカーにとって死ぬほど都合のいいターンカードが落ちてくれました。9のスペードによって春ポーカーのハンドは2ペアプラスナッツフラッシュドローがつきました。春ポーカーはターンでも焦らずにチェックを選択。相手からのベッドを待っていきたいと思います。春ポーカー自身ポジションもないのでターンでもベッドを継続してくれた場合にはレイズを返してやろうかなというふうに思っていました。すると相手プレイヤーはおよそハーフサイズのベッド4500点を選択。コールももしかするといいのかもしれませんが基本的にはレイズの方がプラスになることが多いかなと思っていました。相手自身うまいプレイヤーですしポジションも取られている状況でベッド額を自由に決めさせたくはありません。ターンでのレイズならばフラッシュドローだったりストレートドローに見せかけることもできます。春ポーカーは相手の4500点のベッドに対してチェックレイズ11000点を返していきました。このレイズサイズを選んだ理由として春ポーカー自身がエースのスペードさらには2ペアを抑えていることで比較的リバーを見に行きたいハンドを持っているため安めのレイズを選択しました。さらに相手のバックスタックが3万点ほどしかないと見えたためオールインを返すかもしくはレイズで刻むならこのぐらいの安いサイズの方がいいのかなという風に考えていました。この春ポーカーのチェックレイズに対してうまいカットオフのプレイヤーは長考に入られるので早送りにさせていただきます。
1分ほど考えて相手はここでコールを選択。ひとまずはバリューチェックレイズにコールしてもらって嬉しい春ポーカーリバーに期待していきたいと思います。リバーに落ちたのはキングのハート。うわー、ターンでバリューターゲットに入れていたエースキングにはまくられているリバー。このリバーカードに対して現状春ポーカーがグッドハンドと考えてオールインを選択するか、引き出しチェックで相手のオールインにコールを選択するか。相手のスタックは残り2万点ちょい。チェックもありやけどフラッシュのブロッカーもあるし十分に強い。もちろんエースキングやエースクイーンは怖いけど相手のスタック的にもここはかますか。さばきさばくそうぞ。チェックで相手に情報を取られるのも嫌や。春ポーカーはここでオールインを選択。とりあえずスナップコールが入らず安心する春ポーカー。相手がプロではなく普通のプレイヤーならチェックコール体制を取る方が多いと思います。ですが相手の特徴的にオープンが多くアグレッシブに戦うプレイヤーだったため、相手は相手自身の自分の特徴を踏まえた上で結構なタフコールもこのようなポラライズされた状況では行うプレイヤーでした。今でもこのプレイはかなり際どいプレイラインだったなという風に思っています。もちろんこのプレイヤーがこのように強行されているので春ポーカーグッドハンドの可能性もありますが、相手がエースキングやエースクイーンを持っていて春ポーカーのフラッシュ1点読みで迷っている可能性もあるため、コールしてほしさもあるけど怖さもある、そんな絶妙に微妙なシチュエーションでした。相手プレイヤーはこのオールイン要求に対して3分ほど考えてここでフォールドを選択。リバーでのアクションは際どかったけどひとまずポットを獲得。さばきさばくそうぞ。お前死刑死刑。リバー基本的にチェックコール体制を取ったとしても相手のオールインには 100% コールしていたため、ポラライズされた状況においてタフコールが多いプロ相手ならば自分からオールインを入れた方がいいんじゃないかなという風に判断しました。何はともあれこの状況において31,100点のポットを獲得。ナイス春ポーカー。そうですね、セカンドブレイクになります。春ポーカー増やしてますよ。ちょっとやけどね、結構際どいプレー多かったですけど7万3000点までとりあえず増やすことができました。終わりまでかなり調子よくチップを増やせている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースキングスーツカットオフからブラインドは変わらず現在500戦 BB アンティ戦の状態です。春ポーカーまで全員フォールドされたのでこのプレミアムハンドもちろんオープンしていきます。春ポーカーが選んだサイズは 2.1BB オープンのレイズ2100点を選択。レイトレジストの直前なのでかなりショートのプレイヤーも増えてきています。春ポーカー自身はディープですがオープンをあまりに広げすぎるとショートからオールインがガンガン入ってくる状況なのである程度ハンドを絞るようにしていました。すると対面に座っているショートの SB のプレイヤーがここでオールイン。行くわよ千円ジャッジ。プレミアムハンドを持っている春ポーカーはもちろんコールを選択。相手のハンドは6ポケ。エースクイーンやエースジャックだったら嬉しいなと思っていましたがこれはちょうど 50% のじゃんけん勝負。頼む、こういうので上振れてくれ。ターンワン、よしいいぞ、アウツが増えた。リバーは4のダイヤで春ポーカーの負け。行くわよ千円チャーシュー。ちょいお高めですけども分厚めに作っちょりやす。ということで春ポーカーエースキング対6ポケのフリップ勝負で負け。こういうので上振れなトナメ勝てへんって。次は勝ちきれよ春ポーカー。というわけでエースキング VS6 ポケの後全くハンドが絡まずじりじりスタックを減らしている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース9スーツカットオフからブラインドは上がって現在600戦200 BB アンティ戦200の状態です。 EPT のブラインドアップは少し珍しくここら辺のミドルブラインドの状態が長く続けられるような設計になっていました。というところで春ポーカーの右隣ハイジャックのプレイヤーがレイズ2400点を選択。それに対して春ポーカーは決めたぞ。俺は決めたんだ。5億ベリカ全然だ。俺だ。ハンドが絡まずショートスタックになってしまった春ポーカーはここでオールイン25,900点を選択。ハイジャックからのオープンということもあるのでそれなりにハンドレンジは広いでしょう。春ポーカーはスチール目的も含めて 21BB ほどのオールインですが春ポーカーのオールインに対して SB のプレイヤーが悩んでいます。それはヤバすぎる。そこからのコールには確実に負けてる。頼む、降りてくれと思ったら SB のプレイヤーはフォールドを選択。よし、あとはハイジャックのプレイヤーが降りるだけやと思っていたら相手はコール。
相手のハンドはキングス。それでも春ポーカーの勝率は 32%。 エースを引けば勝てる。今までオールイン勝負下振れてきたんや。ここぐらい上振れてくれ。リバーで、奇跡のリバーで。あー、お前やったなディーラー。お前勝たせる気あるんけ。ということで春ポーカーの EPT 一発目のトーナメントは儚くエースナインで散る結果となりました。はい、ということでね EPT 初戦序盤めちゃくちゃ調子良かったんですが中盤戦で飛んでしまいました。エースキング対6ポケぐらいから流れ悪くなってその後はねほんまに絡まんかったボードと自分のオープンに3ベッドで下ろされたりでねじりじり減ってラストはキングス対エースナインで終わりかなという形になりました。ブラインドが上がってからのハンドのね調子がトーナメント大事になってくるのでここもね上振れてくれないとやっぱいいとこまでいけへんのやなっていうのをね実感しました。春ポーカーね明日はどでかいトーナメントに出ようと思ってます。かなりね疲労が溜まってるんで今日はね家に帰って寝たいと思います。明日絶対頑張ってよ。 Life is gamble, cheese out in